こんにちは、チロピです。今、緊急で動画撮ってるんですけれど。ですね。巨大な豆の木、成功しました。今、これで 10% になってるんですが、昨日の夜に植えたやつなんですね。ちなみに、巨大な豆の木が生えてきた人たちの SNS の画像を見てたので知ってたんですが、最初の発芽は離れたところから出てくるんですよ。これですね。巨大な豆の木が生えてきた人たちは全員口を揃えてこう言ってました。どこから生えてきてるのってツッコミしてました。なので私の場合はすぐに気づくことができました。巨大な豆の木は 10% を超えたところで発芽する感じですね。ちょっと離れたところから発芽する理由は、豆の木はぐるぐる回りながら伸びていくので、中心から離れたところから生えてくる時点で巨大なんですよね。まあそのぐらい大きいってことなんですよね。楽しみですね。それで朝から緊急で動画を撮ってますが、これから私は夕方まで出かけるので放置します。昨日の夜のダイジェストにはなるんですけど、もしかしたら巨大な樹木系が生えやすくなる傾向が含まれてるんじゃないかなと思ったので、動画を入れておきました。何人か巨大な樹木系を生やすことに成功させてる人がいるんですが、共通するのがフレンドやサブアカを利用してブーストがいつもかなり高い人たちなんですよね。それが気になって最後の17本目は 15% にしてから豆の木を植えてみました。それが今回は樹木系の巨大化に関係してるかどうかは憶測になります。ああ、26% になっちゃってる。ダメだ。成長が早すぎる。かぼちゃ。お、ドリアン来ましたね。これでドリアンは3問目になりますね。あ、高麗人参だ。今日はなかなかいいですね。あとは巨大な豆の木だけだ。ちょっと配達のバイトに行ってきます。よし、これで種パックを10個もらえるんで、ちょっと行ってきます。このドリアンでいけるかな。さあ何が出るかな。またかぼちゃか。また。なんと本日2つ目のドリアンですね。今日はかなり運がいいです。これでドリアンが4本になりました。これ2時間くらい経っても 2% だ。巨大な豆の木を生やすことに成功したんじゃない？こっちは2時間30分くらい経ってて 56% か。見えます？細いのが生えてますもんね。この 2% のやつは巨大化確定ですね。30分ぐらい後に2つ目の17本目の豆の木は植えたんですよ。もう今2時間ぐらい経ってるんだけど、まだ 2% のままなんですよね。ちなみにブースト 3% が16本目。ところが急にフレンドさんが集まってブーストが 15% になったので、これは継承しなきゃって思って急いで17本目を植えてみたんですよね。今回長く放置してるので変異も徐々についてきました。
ココナッツが2つ重なってるんですけども、月明かりとこっちが関連、風、砂ですね。それでこっちがオーロラ、その横が湿り気と感電。下にあるのは虹に感電とオーロラがつきました。まだ 3% だ。これはもう巨大化確定なので楽しみ。巨大な豆の木は発芽するときは少し離れたところから出てくるんですよ。ね、いろいろな人たちの画像を見ると、こういうところとかこういうところとかこっちの方から出てくると思うんですよね。おそらく 10% 台ぐらいで発芽を確認できるんじゃないかなと思います。完全に成長するまでには数日はかかるから待ち遠しいな。今回は憶測になりますが、樹木系の巨大化しやすい条件としてブーストについて意識しました。私は海外ユーザーの動画を視聴することがあります。特に英語系の動画はわかることもあるのでたまに視聴してます。その海外ユーザーのブーストには農作物が早く成長したり巨大化を促進する効果があると、こんなことを言ってたんですよ。ブーストは農作物を売るときだけ高く売れるんじゃないのって思ってるんですが、ちょっと気になってたんですよね。それでかぼちゃと違って樹木系の巨大化を私自身はなかなかできなかったんですよね。でも樹木系のサボテンとかマンゴーとかを巨大化させている人たちが私よりも極端に多くの樹木を植えてるようには感じなかったんですよね。そこでその樹木系を巨大化させている割合が高い人たちに共通していたのがブーストだったんですよね。サブアカを利用しまくっていたり、毎回同じフレンドで集まってブーストを高めていたり、それで一度 15% の状態で試したかったんですよね。憶測ですが、仮にブーストが関係してるなら 15% で10回くらい売れたら巨大化するんじゃないかなとか思ったわけですね。今回は新イベントの前にギリギリ巨大な豆の木が生まれてくれてよかったと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。